こんにちはなのだ。こんにちはですわ。今回はアップデート 1.20 公開テストで調整される車両について見ていこうと思うのだ。結構いろんな車両が調整入るのね。劇的ってほどではないけど、使用率が特に低い車両が中心に調整が入る感じなのだ。まずはセンチュリオンアクション X からなのだ。まず装填速度が 0.6 両短縮、 TPM が3050に上がったのだ。さらに照準拡散が改善、前進速度も足す2キロされたのだ。高性能を中心に改善されて機動力もアップしてるのね。特に拡散がスタビ1個分ぐらい改善されてるのは大きいのだ。もともと精度はいいし、かなり弾が当てやすくなりそうね。機動力も強化されてなかなかティア 10MT らしい性能になったのだ。お次はラインメタルパンツァーワーゲンなのだ。まずは装填速度が1秒短縮、 TPM が2451に上がったのだ。さらに照準速度、精度、拡散も改善されるのだ。砲性能がかなり強化されるのね。まあ他の LT に対して攻撃力も偵察力も全部劣ってたから砲性能だけでもって感じなのかな。できれば隠蔽ももう少し上げてほしかったわね。お次は5苗は照準速度と拡散が改善、さらに交代速度も足す2キロされるのだ。大きく改善ではなく微調整って感じね。まあ瞬間火力が高いから下手にいじくると壊れるし、こんなもんかなって感じなのだ。お次はリノチェロンテ。まずはヒートの弾速度が改善。デコレ元が低すぎない？ティア10とは思えないほど低弾速だったのがちょい遅いぐらいまで改善されたのだ。あとは交代速度が足す3キロ、そして砲塔正面走行が足す20ミリされたのだ。ついに念願の砲塔正面走行がバフされたのね。今までは340ミリ貫通のヒート相手だと最大負荷を取っても抜かれる可能性があったんだけど、20ミリ増を押されたことでほぼ抜けなくなったし、少し浅い角度でも弾けるようになったのだ。かなり硬くなったけど、今度は方針上の弱点以外どこも抜けないわね。まあ平地で弱すぎるからハルダウン中ぐらい硬くてもいいかなって感じなのだ。じゃあ次はナーフされる車両を見ていくのだ。プロゲ 6523M454 はまたナーフされちゃうの？難化オンスロートの結果を踏まえてってことらしいけど、確かに上手い人が好んで乗ってたけど、正直使い手次第の車両ばかりだし、ナーフされるのはマジで謎なのだ。じゃあまずはプロゲ65から。プロゲは車体移動、旋回時の拡散が悪化、交代速度マイナス3キロ、車体正面走行がマイナス10ミリされるのだ。ただでさえライオンにいろいろ負けちゃってるのに方が使いづらくなるのは厳しいわね。車体正面も150ミリ以下の口径の AP を強制飛べ弾で来てたのが121ミリ以上で強制貫通されるようになってしまうのだ。お次は E さん。E さんは装填時間が1秒延長、照準時間 0.2 秒延長、車両 HP が100減少、視認範囲 20m 減少。視界範囲はともかく BPM と HP が落ちるのは痛いわね。固定砲塔という最大のデメリットがあるんだから、正面限定でぐらい強いままにしてほしかったのだ。最後は AMX-M454。AMX は装填時間 0.6 秒延長、照準時間 0.3 秒延長、精度が 0.03 ナーフ、各種砲拡散も悪化してるのだ。ありとあらゆる砲性能がナーフされてるわね。結局 1.18 バフ前から DPM 以外変わらなくなってしまったのだ。何のためのバフだったのかしら。まあ120ミリ砲と差別化したかったのかもしれないけど、この砲性能だと弾当たらない上に当たっても低貫通で抜けないただのゴミ砲に逆戻りなのだ。以上、1.20 アップデートで調整される車両だったのだ。バフはいい感じの調整だったのに、ナーフされた車両は本当に必要だったのかしら。正直使っても使われてもそこまで強くないのになんでナーフしたのかマジで理解できないのだ。ナーフで使用率下げるよりもさっさといろんな車両をバフして使用率を上げた方がいいと思うのだ。少しずつバフされてるけどまだまだうずもれてる車両が多すぎるものね。正直月1とかの頻度でやってくれないとマジですぐ飽きるのだ。じゃあ今回の動画はこの辺りで、ご視聴ありがとうございましたなのだ。ぜひチャンネル登録をお願いします。